はい、こんにちは。ビライフのマリコです。今私たちは北海道ニセコに来ています。今日はですね、この富士山に似ている羊蹄山をバックに上半身のこりをほぐすヨガを行っていきます。デスクワークや育児などで肩こり、首こり、そして背中周りや腕のこりが気になる方にとてもおすすめです。呼吸も深まりますので、ぜひ一緒に行ってみてください。はい、それでは楽にあぐらの姿勢から始めていきましょう。両手を胸の前で合わせて合掌し、吸う呼吸とともに両手を上に持ち上げます。吐きながらゆったりと手を広げて下ろしていきましょう。吸う呼吸とともに両手を横から上に回し上げ、吐いてゆっくり胸の前に下ろします。この動き繰り返しましょう。吸う呼吸で両手を空に高くぐーんと持ち上げて、吐いてゆったりと下ろします。吸って両手横から上、周りの空気もたっぷりと感じ、吐いて胸の前へと下ろしていきましょう。もう一往復いきます。呼吸に導かれるように動作を合わせ、吐いてゆったり下ろして、吸いながら両手を上に、吐いて胸の前に下ろします。両手を肩先に当て、そのまま肘でぐるっと円を描くように回していきましょう。肩周り、肩甲骨周りとほぐして可動域を広げやすくしていきます。心地よいペースで構いません。切りのいいところで反対回しも行っていきましょう。後ろから前にぐるっと回し下ろして、それでは両手を前について足を後ろに抜きます。四つん這いの姿勢に、両手指先を自分の方に向けてセットしていきましょう。吸って胸をぐーんと前に出し、吐きながらお尻を後ろにゆっくり引いていきます。手のひらがマットから離れない程度に引いていきましょう。吸う呼吸で胸を少し前に出し、吐いてお尻を後ろに沈ませ、腕の前側にストレッチを感じます。吸って胸前、吐いて腕の前側じわじわっと伸びを感じて、両手指先をまっすぐ前に戻して、左の手を遠く前につきます。さあ、左脇を沈めながら左右にゆらゆらと揺らし、脇の下や肩周り、力を抜けやすくしていきましょう。そのまま左側をゆったりと大地に沈ませるようにくつろがせていきます。リラックスした呼吸でどんどん力を緩めてあげましょう。上体を起こしたら反対側行きます。右の手遠く前に出してゆらゆらと動かしながら、右の脇を大地の方に近づけて、そのままゆったりと大地に沈ませ、お顔もリラックス、優しく呼吸を繰り返します。ゆっくり上体を戻して四つん這いの姿勢から、吸う呼吸で左の手を空へ高く持ち上げて、吐きながら右腕の後ろ側から通過させ、左腕を遠くに伸ばします。安定してたら右手を上からぐるっと腰の後ろへと巻きつけましょう。針の糸通しのポーズです。
左側肩甲骨周りストレッチを感じて、右の手を元へと下ろして、四つん這いから反対側行きます。吸って右の手を空高くぐーんと持ち上げて、吐きながら左腕後ろ側からくぐらせて、さあ右側リラックスさせましょう。安定してたら左の手を上から腰の後ろ側へと巻きつけます。首こりや肩こりの解消にも効果的です。左の手を元へと下ろして、ゆっくり上体を起こしていきます。膝立ちになりましょう。右の足を横に伸ばし、吸って左手上、吐きながら真横へ体を傾けます。さあ左側体側に大きなストレッチ、伸びを感じます。元へと戻したら反対側へ行きましょう。左の足を横に伸ばし、吸って右手上、長い背骨のまま吐いて、伸ばす足の方に傾けます。さあ脇腹、気持ちのいい伸びを感じて、呼吸も入りやすくなります。中心に戻して、そのまま息を吐いて腰背中をふーっと丸く後ろに緩めて、吸って上体を起こして胸開き、吐いて肘からゆったり下ろしていきましょう。繰り返します。息を吐いておへそを覗き込みながら腰背中緩め、吸って上に伸び上がって吐いてゆったり下ろします。あと2回いきましょう。ふー吐いて、吸ってぐーんと伸びてから吐きながらリラックス。ラスト吐いて緩め、吸って大きく広げ、吐いてリラックス緩めていきます。お尻をゆっくり下ろしたら正座の姿勢で両手を後ろについていきます。指先自分の方向に向けて一度肘を緩ませ、吸ってぐーんと骨盤を前の方上に持ち上げて、吐きながらゆっくりお尻を下ろします。繰り返します。吸って骨盤の前側広げ、胸の前側、肩の前側も広がりを感じ、吐きながらゆっくり下ろしていきましょう。ラスト上に引き上げて少し長めにホールドしていきます。体の前側を全体的に伸ばし、喉の前側も心地よく広げ、吐いてゆっくり下ろします。両手を後ろで指を絡めて、その手を遠くに引っ張りながら前に傾けていきます。組んだ腕は気持ちのいいところに運びながら左右に揺らして、さらに肩周りほぐして血行促進させていきましょう。中心で動きを止めて、ゆっくり上体を起こしていきます。両手楽に膝の上、首をリラックスしながら一周ずつ回していきましょう。気持ちのいい可動域でぐるーっと優しく回していきます。最後一呼吸吸って、両手横から上、新鮮な酸素をたっぷりと体に入れて、吐いて胸の前に下ろして合掌し終わりにします。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。上半身のこりが心地よくほぐれたかと思います。この動画が役に立ったという方はいいねやコメントもお待ちしています。今後も皆様のお役に立つ動画を配信していきたいと思いますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。